突然です。シムケンです。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ。陣内智則の面白い方原田専門家でございます。昨日は私メルマー旬報の原稿をずっともうね書き上げたことは書き上げたんですけども、いかんせん私デザインと一緒に原稿を入れておりますので、そのデザインがねまだできないんですよ。これね筆が鈍るね、原稿、どっちも原稿だからややこしいなと、文章はねこう書けてもなかなかこう絵が出来上がらないけど、これがちょっとねまた時間かかっちゃって申し訳ない。非常に締め切りもう全然過ぎちゃっているんですが、なんとか急いでというかね仕上げたいと思います。お待たせしちゃって申し訳ありませんが、うなりながら下書きをいっぱいしておりました。はい。で今日お話ししたいのはシムケンということで、志村けんさんのね昨年ね亡くなられてしまいましたが、志村けんさんが過去にたくさん本を出していて、それを文化されてるのを買ったんですよ。もう結構ずいぶん前にで出てきたと思ったんですが、読んだのか読んでないのか覚えてなくて、今付箋が貼ってあるんで、僕いつも付箋を貼りながら読んだ本がね、付箋を貼ったまんまほったらかしてしまっているんで、なんだじゃあこれ読んでるわと思って、その付箋の貼っている箇所を今日は読んでいきたいと思います。志村けんさんの志村流というね、当たり前のことができれば仕事も人生も絶対に成功するという、志村けんさんのこれはどこですか、三笠書房大沢文庫から出ています。何ですか、志村流ね、はい、随分前半の方は全くね付箋をしていないってことは、きっと付箋を持って出かけていなかったのでしょうね。はい、これがね表紙のカバーに主だったところがねピックアップされているんです。ここをまず読みましょう。これが志村けんという生き方、今最も気になる男が語る人生仕事ということで、一生を1日24時間で考えたら、これタイトル読んだら思い出すね。自分の一生ね24時間で考えたら、今お昼時なのか夕方なのかね、夜なのか、これからこう飲みに行くね、アフターファイブね、もうそんなこと言いませんよね、なのかみたいなことでこう人生を考えると、今何時頃だからちょっとねコーヒーブレイクでもしようかみたいな、イクイクも必要だし、こうしゃかりきにやらなくちゃいけない時もありますよという考えで、やっておるということが書かれておりましたね。でキャッシュレスは嫌いだ、これ結構ねずいぶん前に出たはずなんですが、今でいうキャッシュレスとは違って、クレジットカードのことですね。だから現金払いでやっていたよっていうことね、自分がどれぐらい持っていてどれぐらい使ったのかっていうのがリアルにもう肌感覚でね分かる方が好きだということが語られて、書いていた記憶があります。準備こそ全力投球、これはね本番も大事ですけども、そのいかに下ごしらえ、これね料理で例えることが多いですよ本当にね。下ごしらえいかにそこを丁寧にねアクを取るのか、骨を抜くのか、そういうことですね。二等賞が本当の一等賞、これどういうことが書かれてたかな。でも言わんとすることは分かりますね。考える前にまず真似をしてみる、これね、そうなんです。あれこれこうね、どうやったらいいんだ、どうするべきなんだ考える前にまず模倣から入るっていうのは大事ですね。音楽でも漫画でもそうですね、文章でもそうですよね。人の文章をね、
真似てみるっていうのは本当に大事ですね。僕の大好きな監督の一人に中野博之さんという方がいるんですけども、SF サムライフィクションをね、監督した方です。その方のトークイベントにずっと昔に書いた時に、確かね、スター・ウォーズを見て、どういう、ね、すごい映画、どういう、構成なんだっていうので、ト書きをね、台本を書き起こしたって言ってましたよ。自分で気に入ったね、すごいなと思った作品の絵コンテは当然ながらト書きですね。どういう場面でこういうセリフがあって誰がどうでみたいなのを全部書き起こして、その作り方を、勉強していたとね。考える前にまず真似をしてみるみたいなことをしていたっていう話がありましたね。それからパチンコで学ぶ見切りの術ね。あれですね。なんていうんですか、ここまでやったからもう出るだろうね。そうやって思ってね、ずっとやってしまうんですよ。勝つまでやるとかね。結局は勝てないんですよ。みたいなことが書いてましてね。だからどこで損益基準点というね、自分でラインを引くというのが大事だと。偉大なるマンネルはスタンダードに、これね、もうまさしく志村さんの一生を物語る言葉なんじゃないかなとは思いますね。みたいなことが書かれていて、じゃあ一体僕はどこにね、付箋がね少ない2、4、5箇所にしかしていないね。してますね。準備こそ全力投球というところに付箋がありますわ。制作予算の割り振り、セット、出演者のキャスティングに始まり、ネタのすり合わせまで全てがぴったりとジグソーパズルのように適材適所にはまってこそ輝く笑いが作れるというもの。それもこれも全ては完璧な下ごしらえがあってこそだ。でもその下ごしらえが相手に見透かされるようじゃ全然いけない。苦労した後がバレるようじゃダメ。あくまでもさらっと自然にが基本だね。この辺がかっこいいですよね。だから最近なんか M1 のね前振りの V とかはこうじゃないですよね。でもそういうところを見せるドキュメントっていうのはあるにはあるんですが、やはり志村さんはそうではなかったね。水面を泳ぐ白鳥がね足をバタバタしてるみたいな例えあるじゃないですか。でも意外にバタバタしてないっていうね、白鳥はそういうことじゃない。そういうところは見せなくてもいいんですよ。で同じ章でもう一つ、線が引いてありますね。最近はこの大切な準備に全力投球する人たちが少ない。やはりプロは下ごしらえもプロじゃなくちゃダメじゃないの。成功の鍵って意外と地味なところにあるしというのが俺の持論だとね。いや本当にそうですね。いかに地味で、目立たない下積みというのかは大事ですよということが語られております。それからもう3つ目ですね。処世術マネがマネをこれもそのところにあれですね。違うわ。その1個前でも余談だけど自分の犬花を試すにはまずお寿司屋さんやお蕎麦屋さんでのれんのデザインや入り口の雰囲気から自分と相性を読み取ってみればいい。いい感じとピンときた店にはほぼ間違いなく年季の入った親父さんがそれなりのきちんとした仕事をしてそれなりの料理を出しているはずだから、あまりいい店に当たらないようだったらもっと経験を積んで勘とセンスを磨くべき。犬花っていうのはその目利きというかね、いいんじゃないかな。これはどうなんだろうなっていうその勘というかね、そういうのを鍛えるためには、そういった普段からねどこに行ってもチェーン店に入るとかじゃなくて
いい雰囲気のお店だなとね、喫茶店でも中華屋でもそういうところに入って確かめてみる、ね、失敗もあるかもしれないけども確かめてその勘を鍛えるっていうのは大事ですよってことが書いてありました。それからもう一つ、これは同じ章ですね。これ前振りがよくわからないですけど、聞いてあるところで読みましょうか。なぜならスタンダードナンバーになるためにはそれなりの条件があるからだ。第一に曲、メロディー、歌詞の分かりやすさ、誰もが口ずさめるようなもの。第2に大人から子供まで年齢に関係なく親しみやすい題材。第3に曲中に忘れられないフレーズがある。シンプルながら強力なインパクト。第4にバランスのある完成度。この4つがスタンダードナンバーになり得るための欠かせない要素だと思う。ある意味恐ろしいほどの直球だ。小手先の技に走ってない、まさに王道と言えるものだろうということで、これは曲のことですね。のことを志村は三味線やってましたもんね。バンドがその前はドリフターズってもともとバンドでしたから、その坊やに入ってというところからの音楽にもかなり精通していったんですよね。ということがね、スタンダードということが書かれています。最後、一つ書いております。表現は悪いけど、豚もおだてりゃ木に登る。これが大事。本来木に登れない豚が木に登ってしまうことからもわかるように、褒められることによるその効力はすごい。それくらい褒め言葉には人の潜在的なパワーを引き出す力があるものだということで、人の悪口をああだこうだ言うよりも、本当におだててね、すごいよマサルさんね、いうことが大事だということなので、ぜひね、高評価よろしくお願いします。チャンネル登録、高評価よろしくお願いしますということで、今日は志村けんさんの志村流からいくつか僕が付箋をしていたところを紹介しました。ぜひね、文庫出てますので、皆さんも手に取ってはいかがでしょうかね。Amazon リンク貼っておりますわ。はい。ということで、チャンネル登録と高評価ね。おだてりゃ金の志村さんも言っておりました。よろしくお願いします。ありがとうございました。